皆さんこんにちは。リサのポッドキャストにお越しくださりありがとうございます。このポッドキャストは日本語を勉強している方向けにお送りしています。簡単な日本語でなるべくゆっくりと話すようにしています。ぜひ最後までお聞きください。今日の天気は急に寒くなってきました。昨日まで夏のように暖かかったのに急に寒くなりました。風邪をひかないように暖かい服を着ています。昨日は公園で偶然に昔のお友達と久しぶりに会いました。私のお友達は優しいお友達が多いです。笑顔で元気だった？どう過ごしてた？と気さくに声をかけてくれます。私も嬉しくなるのでたくさん話して楽しい時間を過ごせました。今日はそんなお友達の性格を誰かに伝えたいときやそのお友達に伝えたいときに伝える表現方法について話をしたいと思います。特に日本語は性格を表すときでも表現の方法が何通りもあります。表現の仕方を変えることでよく聞こえたり悪く聞こえたりする言葉があります。難しい言葉ではないので一緒に勉強していきましょう。まずその1、優しい人ですね。優しい人を言い換えると親切な人、穏やかな人、気さくな人と変えることもできます。この場合はどれを使っても OK です。ではその2、面白い人ですね。面白い人を言い換えると愉快な人、楽しい人、明るい人、これもどれを使っても OK です。この2つの言葉はプラスのイメージの言葉なのでどの表現方法でも相手にとって嬉しい言葉になります。そしてその3、冷たい人ですね。これは言われても全く嬉しい言葉ではありませんので気をつけましょう。これは悪口になってしまいます。そんな風に感じる相手の方には落ち着いた人、大人っぽい人、クールな人と言い方を変えて伝える方がいいですね。相手も嬉しい気持ちになりますよ。ちなみに人は方という方がもっと柔らかく聞こえます。落ち着いた方、大人っぽい方、クールな方のような感じです。日本人的な考え方なのですが、冷たいと感じる人は近寄りがたいイメージがあるので、親しくなっていない場合は人というより方を使った方が何事もなくことが済みそうな気がするのでここで紹介しました。もちろん人より方という方が丁寧に聞こえるのでどんな時に使ってもらってもいいと思います。その4、おとなしい人、静かな人ですね。この2つは同じ意味ですが、言われてもどちらもあまり嬉しくありませんので、これもまた気をつけましょう。そんな風に感じる相手の方には、優しい人の言い換えでも使った表現ですが、穏やかな人と伝える方が良いと思います。その5、わがままな人、自分勝手な人ですね。これも同じ意味ですが、直接伝えてしまうと喧嘩になるかもしれません。こういった場合は、意見がしっかりしている人と言い換える方がいいかもしれませんね。ただ、本当にわがままで自分勝手で困ってしまった場合は直接伝えた方がいいかもしれません。そして性格は
一つではないので、よく逆説を使います。冷たいけど穏やかな人だよね。いつも静かだけど実は面白い人だよね。怖いけど優しいところもあるよね。なのです。例えばこんな感じで使います。田中くんって怖いけど優しいとこもあるよね。怖い田中くんがどんなところが優しいの？この前私が失敗して泣いてた時にハンカチを貸してくれたのよ。怖い田中くんが。田中くんって怖いけど優しい一面もあるんだね。私も今度話しかけてみようかなのように使います。これを間違って反対に言うのは良くないです。優しいけど冷たいところあるよね。面白いけど怖いところがあるよね。気さくだけどわがままだよね。これは2番目に伝えた言葉が強く聞こえます。全部悪口で陰でこそこそ話すときに使う言葉ですね。例えばこんな場面で使います。田中くんって優しいけど冷たいとこあるよね。マジで？どんな時？この前子供が転んで泣いてたのに無視していったのよ。ひどい。この前消しゴム貸してくれて優しいと思ったのに田中くんって冷たいね。もう話すのやめとくみたいな使い方です。これは優しいけど冷たいとこがあるといった場合、冷たいところがあるといった2番目に伝えた言葉が強く聞こえてるので、田中くんって本当は冷たい人なんだよと同じ意味です。なのでお友達とお友達を仲良くさせたくて紹介したいときは間違って使わないようにしましょうね。皆さんの周りのお友達はどんな方が多いですか？穏やかな人、明るい人、クールな人ですか？コメント欄でぜひ教えてください。今日も聞いていただいてありがとうございました。これからも日本語の勉強に役立つコンテンツを発信していきますので、登録していただけるととっても嬉しいです。それではまたお会いしましょう。繰り返します。次は振り仮名なし、字幕なしです。皆さんこんにちは。リサのポッドキャストにお越しくださりありがとうございます。このポッドキャストは日本語を勉強している方向けにお送りしています。簡単な日本語でなるべくゆっくりと話すようにしています。ぜひ最後までお聞きください。今日の天気は急に寒くなってきました。昨日まで夏のように暖かかったのに急に寒くなりました。風邪をひかないように暖かい服を着ています。昨日は公園で偶然に昔のお友達と久しぶりに会いました。私のお友達は優しいお友達が多いです。笑顔で元気だった？どう過ごしてた？と気さくに声をかけてくれます。私も嬉しくなるのでたくさん話して楽しい時間を過ごせました。今日はそんなお友達の性格を誰かに伝えたいときやそのお友達に伝えたいときに伝える表現方法について話をしたいと思います。特に日本語は性格を表すときでも表現の方法が何通りもあります。表現の仕方を変えることでよく聞こえたり悪く聞こえたりする言葉があります。難しい言葉ではないので一緒に勉強していきましょう。まずその1、優しい人ですね。
優しい人を言い換えると、親切な人、穏やかな人、気さくな人と変えることもできます。この場合はどれを使っても OK です。ではその2、面白い人ですね。面白い人を言い換えると、愉快な人、楽しい人、明るい人、これもどれを使っても OK です。この2つの言葉はプラスのイメージの言葉なので、どの表現方法でも相手にとって嬉しい言葉になります。そしてその3、冷たい人ですね。これは言われても全く嬉しい言葉ではありませんので気をつけましょう。これは悪口になってしまいます。そんな風に感じる相手の方には、落ち着いた人、大人っぽい人、クールな人と言い方を変えて伝える方がいいですね。相手も嬉しい気持ちになりますよ。ちなみに人は方という方がもっと柔らかく聞こえます。落ち着いた方、大人っぽい方、クールな方のような感じです。日本人的な考え方なのですが、冷たいと感じる人は近寄りがたいイメージがあるので、親しくなっていない場合は人というより方を使った方が何事もなくことが済みそうな気がするので、ここで紹介しました。もちろん人より方という方が丁寧に聞こえるので、どんな時に使ってもらってもいいと思います。その4、おとなしい人、静かな人ですね。この2つは同じ意味ですが、言われてもどちらもあまり嬉しくありませんので、これもまた気をつけましょう。そんな風に感じる相手の方には、優しい人の言い換えでも使った表現ですが、穏やかな人と伝える方が良いと思います。その5、わがままな人、自分勝手な人ですね。これも同じ意味ですが、直接伝えてしまうと喧嘩になるかもしれません。こういった場合は、意見がしっかりしている人と言い換える方がいいかもしれませんね。ただ、本当にわがままで自分勝手で困ってしまった場合は、直接伝えた方がいいかもしれません。そして性格は一つではないので、よく逆説を使います。冷たいけど穏やかな人だよね。いつも静かだけど実は面白い人だよね。怖いけど優しいところもあるよね。なのです。例えばこんな感じで使います。田中くんって怖いけど優しいとこもあるよね。怖い田中くんがどんなところが優しいの？この前私が失敗して泣いてた時にハンカチを貸してくれたのよ。怖い田中くんが。田中くんって怖いけど優しい一面もあるんだね。私も今度話しかけてみようかなのように使います。これを間違って反対に言うのは良くないです。優しいけど冷たいところあるよね。面白いけど怖いところがあるよね。気さくだけどわがままだよね。これは2番目に伝えた言葉が強く聞こえます。全部悪口で陰でこそこそ話すときに使う言葉ですね。例えばこんな場面で使います。田中くんって優しいけど冷たいとこあるよね。マジで？どんな時？この前子供が転んで泣いてたのに無視していったのよ。ひどい。この前消しゴム貸してくれて
優しいと思ったのに田中くんって冷たいね。もう話すのやめとく。みたいな使い方です。これは優しいけど冷たいとこがあるといった場合、冷たいところがあるといった2番目に伝えた言葉が強く聞こえてるので、田中くんって本当は冷たい人なんだよと同じ意味です。なのでお友達とお友達を仲良くさせたくて紹介したいときは間違って使わないようにしましょうね。皆さんの周りのお友達はどんな方が多いですか？穏やかな人、明るい人、クールな人ですか？コメント欄でぜひ教えてください。今日も聞いていただいてありがとうございました。これからも日本語の勉強に役立つコンテンツを発信していきますので、登録していただけるととっても嬉しいです。それではまたお会いしましょう。